皆さんこんにちは。今回は、先日発表されました、マツダ CX-60 について考察していきたいと思います。マツダはヨーロピアンテイストのデザインを取り入れているので、非常に気になっているメーカーであり、そのマツダから今回 PHEV 車の話があり、スペックや価格などをアウトランダー PHEV と比較しながら見ていきたいと思います。今回の内容ですが、スペックから始まり、外観、内装、価格の順番で考察していきます。まずはスペックから見ていきたいと思います。最高出力は327馬力とアウトランダーと比較し、75馬力高いです。RAV4PHEV も306馬力なので、それをもしのぎます。トルクも、アウトランダーの 450Nm より 50Nm 高い、500Nm となっています。結果、0-100km 不加速は、アウトランダーの 8.2 秒、RAV4PHEV の 6.0 秒を上回り、CX-60 は 5.8 秒という数字になっています。2トン超えの車重ながら恐ろしい加速ですね。車のサイズですが、やはり気になるのは横幅です。欧米をターゲットに含める必要があり、どうしても車幅は太くなりがちで、1890mm となっており、ランドクルーザープラドが 1885mm で、それよりも車幅は長くなっています。その分車内に余裕は生まれますが、日本国内では少し取り回しに気を使うことになると思います。全高は1675とかなり低く設計されており、トヨタハリアーが1660なので、全幅も考慮すると、ハリアーよりフォルムは低く見えるかもしれません。車幅さえ気にしなければ、文句なしの運動性能になっているのではないでしょうか。続いて、エクステリアデザイン。エクステリアデザインの良し悪しは、人それぞれ感じ方が違うので、紹介程度に留めたいと思います。CX-60 は3つのグレードが準備されており、エクスクルーシブライン、ホムラ、そして、匠。ネーミングに輪を取り入れているのがおしゃれですね。LED デイタイムランニングランプとターンランプ。水平基調のデザインになってます。ヘッドライトをつけると、デイタイムランニングライトと相まって、切れ長なシャープな印象になります。フロントグリルはそこまでいかつくない印象で、周りはクロームメッキ仕上げとなっています。フロント、サイドからホイールフェンダーまで同色デザインで仕上げられています。タイヤは20インチのブラックメタリック。20インチにブラックというのが迫力ありますね。アウトランダーの20インチを皮切りに、20インチが主流になってきてそうですね。一点驚きだったのが、最近流行りのフローティングデザインではないということです。あえてフローティングデザインを採用せず、SUV のフォルムではなく、長いフロントノーズの印象からセダン色を出したいという狙いがあるのかもしれません。リアデザインも非常に美しいです。リアコンビネーションランプもデイタイムランニングライトと同じようなデザインですっきりとした印象です。リアアンダースポイラーはブラックになっています。全体として、そこまで主張は激しくなく、すっきりとした中に凛とした雰囲気があるな、そんな印象を受けました。では、インテリアを見ていきましょう。最近の高級車に採用されている、水平基調のデザインを CX-60 も採用しています。内装は、エクスクルーシブラインとホムラにはブラックレザーが、匠にはホワイトナッパレザーが設定されています。アウトランダーの P グレードに、セミアニリンレザーが使われたように、CX-60 の上位グレードにもプレミアムさを追求し、差別化を図っています。マツダは、CX-3 の特別仕様車、XD ノーブルブラウンにもナッパレザーを採用しており、どちらも実際に座って体験してみたいものです。インパネのホワイトの布っぽい素材が触り心地も良さそうで、実際に見て触ってみたいところです。でも汚れは気になりますので、個人的にはブラックレザーの方が使い勝手は良い気がします。センターコンソールもホワイトメープル材を使用し、白で統一しています。選択できるドライブモードは、アウトランダーの7つまではありませんが、ノーマル、スポーツ、オフロード、トーイング、EV の5つのモードを備えています。個人的には牽引を意味するトーイングモードが気になるところです。
全席ヒートシーター付き本革巻きステアリングや、上位グレードやコンフォートパックを付ければ、電動シートや後席シートヒーター、ヘッドアップディスプレイ、坊主サラウンドシステムが搭載されるなど、細かな違いはありますが、アウトランダーとほぼ同等レベルの装備内容になっています。ベンチレーション機能もついているので、この点はアウトランダーにも付けてもらいたかったところです。最後は、価格についてです。エクスクルーシブ、ホムラ、タクミ、それぞれ、43,950ポンド、46,700ポンド、48,050ポンド、となっています。1ポンド152円で計算した場合、それぞれ、668万円、710万円、730万円となります。ただしこれには、VAT や関税も含まれているため、日本でこの金額になるとは思いません。イギリスの場合、VAT が 20% となっているため、これだけでも日本の消費税と 10% の違いがあります。かなり乱暴な計算になりますが、消費税で 10%、関税で 5%、輸出に関する費用で 5% と見積もり、イギリス価格より 20% 安いと想定した場合、534万円、568万円、584万円、となりました。日本国内では、アウトランダー PHEV とラブ 4PHV が競合車種となると思われるため、アウトランダーが462万円から532万円、ラブ 4PHV が469万円から540万円となっており、CX60 もこの価格帯に収めてくるのではないでしょうか。CX60 いかがでしたでしょうか。個人的には、CX60 のシンプルなフロントマスクは非常にいいと思います。走行性能もアウトランダーより高く、申し分ない性能かと思います。急速充電については情報が見つからなかったので、この点については新しい情報を待ちたいと思います。あとは、車幅がどれくらい気になるのか、という部分と日本での価格設定次第では、数少ない SUV PHEV 車として非常に人気の出る車種になるのではないかと思っています。以上、CX60 についての考察でした。まだまだ面白い動画を作っていきますので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。